はい、お世話になっております野良です。今回来ているのは JR 総武線の限りなく千葉寄りの駅新小岩ですね。東京の最東端であり千葉との県境に位置している小岩駅の一つ手前が新小岩です。で新小岩も23区内では最安レベルに物価が安い街で、ワンルームとかだと安ければ5万円台の部屋もありますし、間取りによっては都内なのに千葉の西船橋とかより安いくらいなんで、安さ重視の人に人気のある街ですね。南口出ると開けたロータリーが印象的ですけれども、駅前ががっつり大規模工事中ですね。どうも再開発で駅ビルが建つみたいです。 JR 東日本が主体なんでシャポーとかエキュートですかね。詳細は現時点ではわからないんですけれども、2023年の冬に開業の予定みたいです。で新小岩はお隣の小岩とか平井なんかと比較すると駅ビルがないっていうのが大きなデメリットだったので、これは大きいですね。そして南口出て右手には飲食店やスーパーの西友なんかが入った建物があります。西友は新小岩で唯一の24時間営業のスーパーなんで、住んだらお世話になりそうですね。あとは居酒屋やファミレス、ファーストフードも入ってますね。そして駅正面のちょっとした広場になっているエリアには交番が立ってますね。新小岩はもう駅周辺を見渡せばパチンコと飲み屋みたいな場所なんで、これだけ近くに交番あると治安面では安心度高いですね。そして南口正面からまっすぐ伸びているのが新小岩で一番の商店街エリアであるルミエル商店街ですね。こちらは全長420メートルのアーケード商店街となっていて、ドラッグストアとか100円均一のショップといった生活用品店から魚屋さんとか八百屋さんとか約140店舗ものお店が並んでいるエリアです。暮らしていく上で必要なものは大体ここで揃いそうですね。西友とかサミットみたいな大型スーパーもありますけれども、こうした商店街の魚屋さんとか青果店も人気があるっていうところが新小岩の下町っぽさを感じさせますね。足りないところといったらおしゃれなアパレル店とか雑貨屋とかが少ないところですかね。おしゃれショッピングするなら総武線で数駅渡って錦糸町にまで出れば大体何でも揃えますね。錦糸町についても別の動画で紹介しているので、概要欄に URL 貼っておくので、気になる人はぜひそちらもご覧ください。ただもうすぐ駅ビルができる予定なんで、その中にユニクロとか今時のアパレルショップも入るかもですね。でここで、新小岩のアクセスとか家賃について言及しておきますと、まずアクセスですね。 JR 中央総武線と、あと総武線快速も止まる駅です。東京まで約15分という立地で、新宿や品川、横浜方面も乗り換えなしでアクセスできるっていうので、意外とアクセスいいんですよね。それでいて錦糸町とか秋葉原も総武線で10分程度なので、遊びやショッピングにも出やすいです。それでいて家賃相場は23区の中でもかなり安い方ですね。23区最安と言われるお隣の小岩に比べると単身向けで数千円くらい高くなりますけれども、それでもかなり安い水準ですね。冒頭にも言いましたけれども、総武線で隣の小岩から先は千葉に入るんですけれども、その千葉に入ってすぐの西船橋より安いくらいです。あとちなみに新小岩と小岩は隣同士でよく比較されますけれども、新小岩は葛飾区で小岩は江戸川区になるんで区が違うんで注意しましょう。とはいえ新小岩もまさにこのルミエル商店街の途中から確かもう江戸川区に入るんで、この辺は葛飾区と江戸川区がちょっとごっちゃになってるややこしい感じなんですよね。そもそもその新小岩エリアに江戸川区役所ありますからね。江戸川区役所の最寄り駅が葛飾区の新小岩っていうちょっと意味わからない感じになっています。であとそうですね、新小岩というと多くの人は人身事故の名所として名前を記憶しているかもしれません。新小岩は東京成田空港を結ぶ特急列車の成田エクスプレスが高速で通過するんで、そこに飛び込んじゃう人っていうのが昔よく続出したんですよね。調べたんですけど、2011年に当時すごいメディアで取り上げられたキオスク事件っていうのがあって、当時40代だった女性が成田エクスプレスに新小岩で飛び込んで、体が車体に跳ね飛ばされて5メートル以上吹っ飛んで、
ホームに立ってたキオスクの店内に突っ込んだっていう、センセーショナルな事件というか事故というかエクストリーム入店というかがあってですね、それがメディアでめっちゃ取り上げられたおかげで、新小岩なら確実に行けるっていう風に思われて、その直後から立て続けに新小岩で成田エクスプレスへの飛び込みが相次いだっていう経緯があって、それから新小岩は、その飛び込みの名所って言われるようになってしまったんですよね。ただそれも実際もう過去の話になっていて、現在はこんな感じでホームドアがちゃんと設置されたりとか、あと成田エクスプレスも通過時に減速したりとか、あとこれ効果あるのか分からないんですけど、ホームに青いライトが当てられていてリラックス効果を促すとか、そんな感じでかなり対策が強化されたおかげで、今では人身事故は実際ほとんど起きなくなっています。たびたび事故ってた時代はもう街全体が事故物件みたいなイメージすらあったんで、最近になって汚名返上ってやつですね。では商店街を一旦戻りまして、今度は南口出て右側のサイドを歩いてみます。この辺は飲み屋とかクラブとか夜系のお店も点在しているエリアなんで、新小岩の中でもちょっと治安面でも騒がしいところですね。で、少し路地入ったところにはドン・キホーテの小型店ピカソもあります。普通のドンキより小規模な店舗ですけれども、食料品とか酒とか日用品、化粧品といった幅広く安く取り揃えているので便利ですね。で、路地裏の方には個人経営のスナックとか小料理屋とか渋めのお店もひしめき合ってますね。新小岩の住民の話を聞くと、やっぱり下町らしい人情味あふれる人が多くて、こういうエリアはアットホームな雰囲気というか、住人同士の交流も結構盛んみたいですね。ただ個人的にはもし新小岩に住むのであれば、こっちの南口より北口の方がいいかなって思いますね。新小岩の治安について実際に歩いてみて感じるのは、ヤンキーとかキャッチの怖いお兄さんみたいな、なんていうんですかね、暴力タイプの怖さっていうよりは、ちょっと頭おかしい中年とかモラルハザードの老人とかが多い不老者タイプの治安の悪さな印象がありますね。この撮影に行った日も新小岩駅降りてすぐ2人くらいですね、虚空に向かってブチギレてるおっさんとかおばさん見ましたからね。で、反対側の南口出て左方面にはデカデカとした築浅マンションが立ち並んでいます。信号を渡った先あたりにシティテラス新小岩っていう住友不動産の新築マンションが建ちますけど、新小岩でさえ 3LDK で6000万円台とかなんで、もう本当に東京の新築マンションの値上がりは青天井状態ですね。で、そしたら次はもっと庶民が住みやすそうな北口側へ移動したいと思います。一番いい立地にバカでかいエスパスありました。察するところがありますね。そして右手にはラーメン灯籠というゴリゴリ二郎系っぽいうまそうなラーメン屋さんがあります。がしかし今回はここはパスして、実はもう目当ての行きたいラーメン屋さんがありまして、それが新小岩にあるんですけれども、都内でも有名な麺屋一燈っていうお店がこの先にあるんで、ぜひお昼はそちらに行ってみたいと思います。で、麺屋一燈って名前聞いたことある人もいると思うんですけど、ローソン限定でカップラーメンにもなってるんで、もしかしたらカップラーメンで食べたことある人いるかもですね。というわけでこちらですね、麺屋一燈、この日は運よく並ばずにスムーズに入れました。休日とかは整理券とかも配るぐらい並ぶっていうんでちょっと心配だったんですけどね。で、頼んだのは看板メニューの魚介つけ麺。独特な太麺がかなり噛み応えがあって、食べ応えが半端ないっていうのが一番大きな印象でしたね。評判通りの美味しさでした。ごちそうさまです。そしたら気を取り直して駅の北口出口の方にまず行ってみます。後で調べたら、先に通りかかったラーメン灯籠っていうお店も麺屋一燈が手掛けてるお店みたいですね。一燈の手掛ける二郎系ラーメンっていうコンセプトっぽくて、こっちもめちゃくちゃ食べてみたくて震えてます。自分二郎系結構好きなんで。僕は新しい街を撮影しに行くときは結構ラーメン屋をよく調べていくんですけれども、新小岩は結構評判高いラーメン屋が多くていいですね。
で、さてさて、北口出口はこんな感じですね。結構開けていて、こちらも広いスペースですね。北口側はほとんど住宅街なんで、お店というお店は駅出た周辺に集まってる感じですね。その中でもやっぱ目立つのはパチンコ屋ですね。で、反対側には書店とかマクドナルドがあるっていう感じですね。で、駅前の広場を抜けると、スーパーのサミットがありますね。こちらは深夜1時までの営業なんで、帰りが遅くなる人も使えて便利かと思います。で、北口側は、商店街の規模が小さくてこじんまりした印象ですね。駅から比較的すぐのところに蔵前橋通りっていう大通りが通ってるんで、商業地域を地域っていうか、商業地区を広げられないっぽい感じですね。その代わり北口側はご覧の通り駅からすぐのところに都営住宅の巨大な団地群と、あとその先に新小岩公園っていう大きな公園があります。その辺が目玉というか見どころですね。こんな感じで都心にも近い場所でこれだけの団地があるのは新小岩のアピールポイントですね。以前に紹介した北区の赤羽にも超巨大な団地がありますけど、あれよりはまだ小さいかなっていう規模ですね。ただこういうマンモス団地を見るとファミリー層も多い街だっていうことが分かりますね。あと駅から10分も離れると戸建てもかなり多い住宅街になってきます。そしてこの団地沿いに面しているのが蔵前橋通りですね。歩道橋を登るとちょっと遠くて見えづらいんですけれども、通りの向こう側に小学校や中学校があります。そしてその向こうに見える大きな建物はイムス東京葛飾総合病院っていう地域密着型の24時間救急医療体制の総合病院ですね。こういう総合病院が近くにあるっていう点も新小岩のメリットの一つですね。確か2017年くらいにできたまだ新しい総合病院だと思います。そして歩道橋を降りて団地群の裏側に行きますと、新小岩公園っていう大きな公園があります。で、この園内は4万平方メートルを超えるっていう、かなり広い広さを誇っていて、で、大きな芝生の広場とかスポーツコートもあって、地元の人とか子どもたちの憩いの場となっている公園ですね。で、広場の外周は600メートルのジョギングコースにもなってるんで、ここでランニングを楽しむ人も多くいます。それと園内には軽食とか会食もできる和楽亭っていう飲食施設もありますね。また春になると桜が咲くのでお花見スポットとしても人気ですし、夏にはビアガーデンとかフードフェスタやお笑いイベントとかも行われていて、いろいろと行事も楽しめるような公園ですね。で、葛飾区史上最大のグルメイベントである葛飾フードフェスタが開催されていますね。そして新小岩公園の向こうはもう荒川の河川敷になりますね。荒川がこれだけ近いとジョギングしたり散歩したり気持ちのいいスポットになりますけれども、その反面心配なのは水害のハザードリスクですよね。葛飾区のハザードマップを確認してみるとこんな感じで、荒川がもし氾濫した場合には新小岩エリアだと 0.5 メートルから3メートル未満の最大浸水になるとのことですね。ここ10年くらいだと2014年と2019年の大雨で新小岩駅が浸水したっていう記録がありますね。ツイッターで検索すると当時の阿鼻教官の写真がいろいろ残ってるんですけれども、見てみると駅構内が足湯みたいになってましたね。ガチで危険なのは荒川が氾濫した場合なんですけれども、災害シミュレーションにもよると、もし荒川が氾濫するようなことになれば死者2000人を超える想定の大災害になるとも言われているので、もし本当に荒川氾濫のリスクを本気で考えているなら、そもそも江東5区って呼ばれる墨田区、江東区、足立区、葛飾区、江戸川区にはそもそも住まない方がいいっていう話ですね。はい、というわけで今回は新小岩の街並みを見てみました。新小岩は都心へで安くて家賃が安いとして、隣の小岩と同じ属性でよく比較されるんですけれども、両方ともレポートしてみた結果、個人的には住むとしたら小岩の方が好みかなっていう印象でしたね。
なんか小岩の方がより商業施設が揃ってるし、街がこう広い印象がありますね。あともし家族で住むとしても小岩の江戸川区の方がなんかサービス手厚そうなんで、家賃も新小岩よりさらに安いですしね。一方では小岩と比較して新小岩にある強いメリットっていうのはやっぱり快速が止まることですね。都心に通勤とか通学する人なら快速が使えるのは絶大なメリットなので、それだけで小岩より新小岩を選ぶ理由になりますね。小岩の住みやすさをまとめた動画も概要欄に貼っとくんで、比較したり気になる人はそちらもご確認ください。また動画をご覧の方で新小岩に住んだ経験のある人はぜひ住み心地などコメントしていただけると嬉しいです。ではまた次の街もレポートしたいと思います。ではでは。